自分の性癖を存分に表現した部屋へ女性を誘う男。女性がその部屋で見た男のおぞますぎる妄想とは。2016年1月30日、イギリス・イングランドのスタンリーロード、インディア・チップ・チェイスは見知らぬ男の部屋でただ呆然としていました。家に帰れなくて困ってるの？それなら僕が家まで送ってあげるよ。バーの前で途方に暮れていたところ、声をかけてきた男は確かにそう言いました。しかし連れてこられたのはインディアの家からは数マイルも離れた男の自宅。酔いが回ってぼんやりとした意識の中、インディアは自分の置かれた状況をつかみかねていました。そしてそれは彼女がふと顔を上げた時、何よこの部屋。インディアの目に映ったのは壁を埋め尽くすように貼られた美しい女性の写真。写真の女性たちは皆どこかインディアに容姿が似ていたんです。何を見てるんだ。背後から聞こえた男の声に思わず背筋を凍らせるインディア。彼女はこれからその部屋で殺害されてしまうんです。男に騙された女性がたどり着いた妄想だらけの部屋。その男が抱いていた思わず嫌悪感を覚えるような女性への欲望とは。法廷での彼の発言は関係者が退場を余儀なくされるほど聞くに耐えないものだったんです。おそつけんちゃんです。やみよかったっす。やみよさん、ついに買っちゃいました。マッサージチェアを買いました。何の？パナソニックの。どこをマッサージしてくれるの？いや、普通に全身。僕、肩こりがやばくて、マッサージとかさ、針とかさ、行ったり運動もしてるんですけど、ちょっと仕事しすぎて肩こり治んなくて、毎回マッサージ屋さん行くのもさ、大変じゃないですか。だからね、もう家に買っちゃおうと思って、最強のやつを。早く言ってよ。私が毎日でも来るのに。オイルマッサージするわよ。そういうこと？マッサージチェアに乗りに来るんじゃなくて、俺をマッサージしに来るってこと？そんな私を悪い人間だと思って。自分でも気持ち悪くなって笑ってるやん。本日ご紹介するのはイングランドで起こった強姦殺人事件について。家に帰れずに困っていた女性が親切にしてきた男についていったんですが、その男は思わず鳥肌が立つような妄想を募らせていたんです。何？もしかしてその男がその妄想を現実にしようと何か犯行を犯したってそういう話？この事件の関係者の多くがこの男の妄想に鳥肌が立ったとね、口を揃えてるんです。女性の遺体が見つかったその部屋にもその男の本当に気持ち悪い妄想がもう詰まってたんです。拭えない違和感。2016年1月30日、イギリス・イングランドのノーザンプトン、歴史ある街のとあるパブで店主はため息混じりにスマホを耳に当てていました。今まで無断欠勤なんて一度もなかったのにおかしいな。店主が電話をかけている相手はその店でアルバイトをしている女性、インディア・チップ・チェイス。インディアはこの先救急救命士の仕事を控えており、仕事が始まるまでの間パブでバーテンダーのバイトをしていたんです。幼い頃から救急救命士を夢見ていたインディア。彼女は夢の仕事に就くその日を心待ちにしていたことでしょう。バーのインディアの勤務態度は真面目そのもので、客からの評判も上々。店主には彼女が突然無断欠勤をするなどとは考えられませんでした。何度本人に電話をかけても繋がらないため、店主はやむを得ずインディアの両親に電話をかけることに。そして電話に出た母親の反応で店主はインディアに何かがあったと悟るんです。インディア出勤してないんですか？前日の夜、友人とバーに遊びに出かけたインディア。両親はインディアが友人の家に泊まり、そのままパブに出勤したものだと思っていました。普段からまめに更新されているインディアの SNS も昨晩から更新が止まったまま、そこから両親が連絡を入れても反応は返ってこず、すぐに警察に行方不明届が出されたんです。娘と連絡が取れなくて、しかもバイト先でも連絡が取れないなんてめちゃくちゃ心配じゃない？気が気じゃないですよね。そして警察が捜査を進めると、すぐにある男の存在が浮かび上がってくるんです。警察はインディアが失踪したその日、彼女が遊びに行っていたバーの防犯カメラを確認すると、彼女は一人の男と共にタクシーに乗ったことが分かりました。インディアのスマホの記録を追っていくと、そこにあったのはエドワード・テニスウッドという男の自宅。インディアと一緒にタクシーに乗ったのは間違いなくテニスウッドでした。エドワード・テニスウッド、警察だ。部屋の前で呼びかけても反応はなく、警察は無理やりテニスウッドの部屋に突入すると、なんだこれは。警察が目にしたのはテーブルや本棚などの家具が全てビニールで覆われ、パソコンやキーボードがラップでぐるぐる巻きにされたその部屋の異様な光景。実はテニスウッドは強迫性障害を患っている極度の潔癖症。1日に何度も手洗いを繰り返し、常にゴム手袋を着用するような生活を送っていたんです。そして部屋の中で一番異様だったのは壁一面に貼られた女性の写真。その写真の女性たちは肌の色や身長など、どの女性も見た目がどこかインディアに似ていました。彼女はそんな自分に似た女性の写真に囲まれながらその部屋で冷たくなっていたんです。気
持ち悪い。何？インディアみたいな女性を毎日妄想してさ、シミュレーションしてたってことでしょ？なんでインディアはこんなやつについていっちゃったわけ？普通の状態だったらね、インディアもついていかなかったと思うんです。彼女はテニスウッドと出会った時、正常な判断力を失っていたんです。踏んだり蹴ったりの夜。2016年1月30日、深夜12時半を回った頃、インディアはノーザンプトンブリッジストリートのバーで友人たちとお酒を飲み交わしていました。しかし、インディアが少し目を離した隙に、あれ？みんなどこ行っちゃったんだろう？すっかり酔っ払ってしまった彼女はいつの間にか友人たちとはぐれてしまったんです。インディアは一度バーを出て友人たちを探そうとしますが、外にも友人たちは見当たらず、彼女は仕方なくバーの中に戻ろうとしました。しかし、ちょっとお客さん、飲みすぎですよ。酔いが回ってまともに歩くこともままならないインディアは、ドアマンに再入店を拒否されてしまうんです。インディアが飲んだお酒はイエーガーボム6杯以上、その他のお酒も浴びるほど飲んでいました。イエーガーボムっていうぐらいそんな強いお酒なの？いわゆるパリピっぽいお酒としてね、知られてると思いますよ。というわけで今回のメトラキーワード、イエーガーボムについて。イエーガーボムとは2000年頃に北カリフォルニアで生まれたとされるカクテルの一種。大きいグラスにエナジードリンクを注ぎ、その中にイエーガーマイスターというドイツ発祥のハーブ系リキュールをショットグラスごと沈めて作るんです。グラスの中にショットグラスが沈んだ姿が SNS 映えするため日本でも人気に。イエーガーボム自体のアルコール度数は 7% から 9% とそこまで高くはないものの、カフェインと一緒に飲むために酔いを感じづらく、つい飲みすぎてしまう危険性が。またイエーガーボムは一気飲みする風潮があり、無理な飲み方をした結果泥酔してしまうことが多いんです。バーへの入店を断られたインディアは仕方なく帰宅することに。そして彼女はバーのドアマンにタクシーを呼んでもらうんですが、ここで思わぬアクシデントが。信じられない、もう結構です。バーへの入店を断られるほど酔っていたインディア。その姿に運賃の踏み倒しを恐れたタクシー運転手は前払いを要求したんです。腹を立てたインディアは運転手を怒鳴りつけてタクシーから降りてしまいます。ここから彼女はボーイフレンドに迎えに来てもらおうと電話をかけるのですが、応答がなく途方に暮れてしまうんです。友達とははぐれちゃうし、彼氏とは連絡がつかないし、なんでこんなことになるの？1月の寒空の下に取り残され、バーの壁にもたれながら一人涙を流していたインディア。そんな彼女に近づいたのがテニスウッドでした。君、こんなところで一人でどうしたの？何か困ってる？インディアの顔を覗き込み心配そうに話しかけてきたテニスウッド。インディアは酔っていたせいもあってか、家に帰れないことやタクシーで会ったことを洗いざらいテニスウッドに話しました。するとテニスウッドがある提案を。じゃあ僕が家まで送ってあげるよ。大丈夫、ちゃんと送るから。初対面で見るからに年の差があるテニスウッドのその誘いに当然インディアは戸惑いました。しかし何度断っても彼はしつこく説得を続けるんです。そうしているうちに推しに負けたインディアはついテニスウッドとタクシーに乗ってしまうんです。しかし約30分後に到着したのはインディアの自宅から数マイルは離れたスタンリーロード。まさかこの後自分が殺されてしまうなどとインディアは夢にも思っていなかったでしょう。ちょっともう初対面の男がさ、家まで送るなんて言ってきて絶対ついてっちゃダメなやつじゃないか。ただね、女性が一人で飲んでると女性の好きにつけ入ろうとする男ってね、いるんですよ。そしてね、インディア殺害の後、警察がテニスウッドの家を訪ねても誰もいなかったんです。しかし彼は逃走していたわけではなかったんです。妄想の世界。2016年1月31日、警察はテニスウッドの自宅付近にあるホテルを訪ねていました。もう見つかるなんて警察は有能だな。ノックをした客室から姿を現したのはビールを片手に顔を赤くしたテニスウッド。インディアの殺害後逃走したのかと思いきや、テニスウッドはすぐ近くのホテルでのんきにテレビを見ながらくつろいでいたんです。警察を前にしても彼には怯えた様子は微塵もありません。警察はテニスウッドを強姦殺人の容疑で逮捕。すると彼はインディアの殺害の罪をすぐに認めました。しかし不可解なことに彼は強姦については容疑を否認したんです。強姦じゃありません。あの夜はインディアから僕にキスをしてきたんですよ。彼女に誘われたから体を交えたんです。さらにテニスウッドは続けます。合意中、インディアが僕に首を絞めるように言ってきたので、その通りにしました。殺すつもりはなかったんですよ。インディアに頼まれて首を絞めたところ、彼女がそのまま動かなくなってしまったと話すテニスウッド。彼はインディアが眠ってしまっただけだと思っていたと言いますが、朝になっても目を覚まさず、そこで殺してしまったと確信したというんです。近隣のホテルに移動したのは、一度冷静になるためだったと言います。何言ってんのよこいつ。ほんと気持ち悪い。自分からさ、無理やり家に連れ込んどいてさ、相手が誘ってきたなんてなわけないじゃないの。まるでインディアが自分に好意を持ってたかのような言い草ですよね。しかしですね、裁判での発言はもっとやばいんです。
事件から約半年後の2016年8月、イギリスバーミンガムの刑事裁判所でテニスウッドの裁判が行われていた。そしてテニスウッドの証言が始まると、聴衆はざわざわとどよめき、法廷は異様な空気に。まさか彼女があそこまで積極的だとはね。いや、インディアらしい行動だとは思ったんですがね。そう、テニスウッドはまるで自分が被告人であることを忘れているかのように、目を輝かせながら事件があった夜のことを話していた。被告人は簡潔に証言するように。裁判官が注意しても、テニスウッドの興奮は収まりそうもない。彼は自分の話を大勢に聞いてもらえるのが嬉しくて仕方がない様子だった。私だってインディアを悪くは言いたくないんですよ。でもね、テニスウッドとインディアは初対面だったはず。それにもかかわらず、テニスウッドは以前から彼女の性癖を知っていたかのように、いやらしい笑みを浮かべながら行為中のことを話した。陪審員の皆さんは一度外に出てください。行為の際の体の動きまで再現して見せるテニスウッドのあまりに生々しい振る舞いに、裁判は一時中断。関係者の誰もが眉を潜める冷め切った空気の中、テニスウッドただ一人だけが笑っていた。インディアと僕の間には愛があったんです。こいつ自分が罪に問われてる自覚ある？裁判が一時中断されるなんてさ、めちゃくちゃやばい発言してたんじゃないの？そうなんですよね。そしてね、皆さんのお察しの通り、テニスウッドのインディアから自分に好意があったよみたいな話含めて、やっぱり全部妄想だったんです、これ。被告人は明らかに嘘をついています。被害者の頭部には鈍器による外傷がありました。インディアの死が性行為中の事故だったと語るテニスウッドに対し、検察は彼女の死因が頭部への鈍器による外傷と窒息であったことを指摘。さらにインディアの遺体には切り傷やあざも多数見られ、激しい暴行を受けたことは明白でした。インディアの爪からはテニスウッドの血液が検出されており、テニスウッドの首と腕には引っかき傷が。誰がどう見ても2人が合意の上で行為に及んでいるとは考えられませんでした。また死亡時のインディアの血中アルコール濃度を踏まえ、テニスウッドが証言したような愛のある行為ができるような状態ではなかったと検察は主張。こうして裁判でのテニスウッドの生々しい発言の数々は全て妄想だと証明されることに。この他にも彼は自宅の壁に写真を貼っていた元モデルのヘザー・スチュワート・ホワイトと付き合っていたなどと証言する場面も。このことに関しても後にヘザー本人がテニスウッドとの関係をはっきりと否定。この男はさ、円形のために嘘をついてるのか、それとも本当に妄想をこじらせてるだけなのか、どっちなのかしら。テニスウッドはね、この後も強盗の罪を認めてないので、そもそも現実と妄想の区別がつかなくなってきてるんじゃないかとも言われてるんです。そして実はテニスウッドは過去にも何度か犯罪まがいの行動をしているんです。テニスウッドの裁判ではインディア以外にも首を絞められた、無理やりキスをされそうになったなど彼の被害を受けた複数の女性が証言しました。そうした証言を見るにテニスウッドが野放しにされればインディアのように命を落としてしまう女性が出るのも時間の問題だったのかもしれません。一方テニスウッドはインディアとあくまで合意の上で性行為に及んだという姿勢を最後まで崩しませんでした。当然その主張は認められるはずもなく、テニスウッドは強姦殺人の罪で最低30年仮釈放なしの終身刑に。あの人と付き合えたらお金持ちになったらなど自分に都合のいい妄想を浮かべた経験は誰にでもあるもの。理想は正しい努力によって叶えられるべきもので、犯罪によって実現しようとするなど言語道断。あなたは自分の理想を叶えるために日々どんな努力をしていますか？